しかし、これは実験科学の価値を軽視することになるのか。アッター・イト・タカキ神は、私たちに物質的な実験科学という不完全な知識を与えられました。これは、飲食、発明、情報伝達、コミュニケーション、数学の方程式の解決といった不完全なニーズに応えるためです。しかし、彼は、イト・タカキ神は、啓示、天の書物、予言のメッセージを全体的な問いに答えるために授けてくださいました。私たちは、神の啓示と並べた時の物質科学の規模を理解しなければなりません。そして、神の答え、すなわち神の啓示、この神聖なメッセージを無視する者は、いかなる物質的、実験的科学で武装していようとも、必ず、あの6人の盲人のようになることを知らなければなりません。私たちの主イト・タカキアッターはクルアーンの中で述べています。あなた、ムハンマドの王からあなたに下されたものが真理であることを知っている者が、盲目である者と同じであろうか。理知ある者だけがそれを思い起こす。クルアーン第13章アッタード、第19節。義務の意味、人間の価値、存在の目的を知るための道は、啓示と予言の道以外にはありません。イブン・タイムイや、アッターが彼を憐れむようには言いました。もし予言のメッセージがなければ、理知は有益なものと有害なものの詳細を知ることはなかったであろう。もし予言のメッセージがなければ、人間は家畜と同じ、あるいはそれよりもさらに悪い状態であっただろう。神のメッセージは、価値、目的、存在の意味、そしてシャリーや法を知るために不可欠なのです。神のメッセージなしに、私たちは意味のない影へと変わってしまいます。有名な不可知論者カール・セーガンが言ったように、物質的に見れば、人間と一つの石ころとの間に違いはない。神の啓示なしに、私たちは衝突する原子に過ぎなくなってしまうのです。アッターが蜜飽きを与えない者には、蜜飽きはないのである。クルアーン第24章アンヌール、第40節。いかなる物質的知識や哲学で武装していようとも、自己の存在の目的を忘れた者は、石や昆虫の段階を超えられません。実存主義者の無神論者サルトルが暗に言ったように、唯物論的な視点から見れば、人間は昆虫に過ぎない。アッター・イト・タカキ神は言われました。無知なものでなくて誰がイブラーヒームの教えを嫌うであろうか。クルアーン第2章アルバから第130節。宗教を嫌う者は自分自身を愚かにしているのです。アッターを忘れた者は自分自身を忘れるのです。彼ら疑心者たちはアッターを忘れたので、アッターは彼ら自身を忘れさせられたのである。クルアーン第59章アルハシュル、第19節。イスラームの指導者イブン・タイムイや、アッターが彼を憐れむようには言いました。この現世全体は呪われており、その中にあるものも呪われている。ただし、予言のメッセージの太陽が照らしたものを除く。人間にとって予言のメッセージへの必要性は、他のあらゆるものへの必要性よりも大きく、より切実である。そして、予言のメッセージの痕跡が残っているからこそ、地上の住民は存続できるのであり、人たちの痕跡が地上から消え去ったとき、審判の日が到来する。地上のすべての善は、予言のメッセージの残滓なのです。予言の教えが消えたら、世界はどうなるのか。地上のあらゆる破滅は、予言の教えが命じたことと反対の行動を取ることから生じています。先に詳述したように、世界中のあらゆる理知、経験、哲学をもってしても、一つの人間の価値に対する一筋の光を与えることも、一つの実存的な目的を解き明かすこともできません。光とは、信仰に付随する神からの贈り物だからです。世界のいかなる裁判所も、いかなる憲法も、理知的、唯物的、または経験的な根拠に基づいて一つの犯罪を抑制することはできないでしょう。そうでなければ、無神論的、唯物論的に見て、人類を絶滅させることを妨げるものは何でしょうか。以前述べたように、何もないのです。ダーウィン主義的唯物論の観点から、劣等な人類の種族を動物の檻に入れることを妨げるものは何でしょうか。何もないのです。ヨーロッパで、人間の動物園の檻が閉じられなかったのはなぜでしょうか。この写真、文脈から挿絵を指していると推測が示すように、人間の動物園は前世紀半ばまで、ヨーロッパの首都で恥ずかしげもなく広まっていました。これらの人間の動物園は、人間に対する唯物論的な見方、すなわち進化論と適者生存の実践的な適用だったのです。ヨーロッパで人間の動物園の檻が閉じられ、ナチズムが非難され、劣等な人類の種族の絶滅収容所が閉じられたのは、西洋に残された予言の教えの残滓によってに他なりません。ナチスの大量虐殺が止められたのは、予言の残滓があったからです。肌の色や鼻の大きさに基づく人間間の差別が止められたのは、予言の残滓があったからです。アウシュビッツのガス室が閉鎖されたのは、人々がフィトラ、人間本来の自然な傾向の残滓に触れた後でなければなりませんでした。なぜなら、
フィトラなしには、人々は道徳のいかなる参照点も失ってしまうからです。人間に対する無神論的な見方に頼るならば、ナチスのホロコストとバーベキューパーティーの間に違いはないでしょう。物理学者スティーブン・ホーキングが表現したように、人間は科学的なカス、ケミカルスカムに過ぎなくなってしまいます。したがって、予言は人間と神についての知識を得るための唯一正しい手段なのです。生涯の多くを疑念の中で過ごしたナギーブ・マフフーズは言いました。神だけが価値に意味を与え、神だけが存在に意味を与える。神なしには、存在に意味はなく、価値に意味もない。神の代わりは、不条理、すなわち無意味である。人間は、本質的に宗教を必要としています。本質的かつ不可欠に神を必要としています。預言者たちが伝えた神の知識を否定する者は、存在における最も偉大な要求を否定していることになります。しかし、リチ・アクルーは宗教的義務の根拠ではないのか。しかし、リチは宗教的義務、タクリーフの根拠ではないのでしょうか。リチ的な推論は、創造主の存在、預言の正当性、預言者の真実性を証明するための論証の扉の一つではないのでしょうか。なぜ、私たちはリチの価値を低く見るのでしょうか。この問いは、リチ的な自明の理、アウアリアートとリチ的な能力との間に混同をきたしています。リチの第一原理とリチの不完全な作用との間に混同があるのです。理知的な自明の理や理知的な必須の原則、例えば、無矛盾律や因果律などは、フィトラ、人間本来の自然な傾向から派生しています。道徳原理がフィトラから派生したのと同様に、理知的な自明の理もそこから派生したのです。そして、これらの理知的な自明の理は、間違いなく、創造主の存在を証明し、宗教の正当性やメッセージの真実性を証明するための最初の論証の一つです。これらの理知的な自明の理の第一原理としての地位には異論はありません。一方、不完全な理知的な作用、例えば、相対的な理知的な良し悪しの判断、タフスインはタクビーフ、理知的な観察、理知的な分析や推測、そして理知的な獲得物などはどうでしょうか。これらの不完全な理知的な作用は、誤りに陥るのを防ぐことはできません。それどころか、迷信、偶話、妄想、幻覚を作り出し、それらすべてを受け入れるのを妨げることもできません。理知的な獲得物とは、観察、経験、感覚、実験によって得られるものです。これらの獲得物は、迷信に陥るのを妨げません。70年前、それらはナチズムを受け入れるのを妨げませんでした。そして今日、それらは胎児の絶滅を受け入れるのを妨げず、いかなる犯罪や幻覚をも妨げることはないでしょう。なぜなら、理知的な獲得物は、人間性の不完全さによって不完全だからです。神の啓示にへり下り、創造主たる神、彼に栄光あれとその方に服従することなしに、人間の魂が救われることはないのです。人間が宗教とフィトラー、そして理知の第一原理を無視し、理知的な獲得物のみに頼るならば、その時、彼は救われることができないでしょう。それどころか、いかなる犯罪をも合理化することを妨げるものがなくなるでしょう。アッター、意図高き神はクルアーンの中で述べています。断じてそうではない。誠に人間は、自分のことが満ち足りていると思うと、必ず横暴に走る。クルアーン第96章あるあらく、第6から7節。人間がフィトラと宗教から満ち足りていると感じたなら、彼の横暴を阻むものは何もなくなってしまうのです。